7つのフォニムによって形作られし星オールドランド。あまたの国が成立し、再び歴史の中に消えていった。現在世界はキムラスカ王国とマルクト帝国に二分され、かろうじて平和が保たれている。また始祖ユリア・ジュエが7番目のフォニムローレライから読み取った星の誕生から終焉までの出来事をスコアとし、それを忠実に守るローレライ教団が人々の精神的な支えとなっている。このスコアに支えられた世界に一つの石が投げ入れられた。その波紋はやがて大きな変化をもたらそうとしている。ガラス玉一つ落とされた、追いかけても一つ落っこちた。一つ分の日だまりに一つだけ残ってる。心臓が始まった時、嫌でも人は場所を取る。奪われないように守り続けてる。残さずに保ってきた手でも汚れて見えた。僕を疑う前に地獄に疑われてる。必ず僕らは出会うだろう。同じ鼓動の音を目印にしてここにいるよ。いつだって飛んでるから、くたびれた理由が重なって揺れる時、生まれた意味を知る。鏡なんだ僕ら互いに、それぞれの体を映すための汚れた手と手で触り合って形がわかる。ここにいるよ、確かに触れるよ。一人分の日だまりに僕らはいる。忘れないで、いつだって飛んでるから。同じガラス玉の内側の方から、そうさ必ず僕らは出会うだろう。沈めた理由に十字架を立てる時、約束は果たされる。僕らは一つになる。ND2000 ローレライの力を継ぐ者、キムラスカに誕生す。祖は王族に連なる赤い髪の団地なり。名を聖なる炎の光と称す。彼はキムラスカ・ランバルディアを新たな繁栄に導くだろう。ND2002 栄光をつかむ者、自らの生まれた島を滅ぼす。名をポデと称す。この後、季節が一巡りするまで、キムラスカとマルクトの間に戦乱が続くであろう。様、またそんなところからお出になって危のうございますよ。いたのかペール。これくらいどうってことねえよ。ペールは今日も土いじりか。毎日よく飽きないな。とんでもない。これがわしの仕事でございますから。むしろわしの育てた花で公爵様やルーク様をお慰めできるなら、これ以上の幸せはありません。あの父上が花なんか見てる暇ないと思うぜ。息子の俺ともめったに会わねえしな。この庭も屋敷も飽き飽きだ。早く自由になりてえよ。
旦那様もルーク様をご心配なさってのことです。俺はもう誘拐されるようなガキじゃねえっての。剣の腕だってバン先生に褒められたんだぜ。とにかくちょっと裏の森にでも行ってくる。ま、ガイには言うなよ、うるせえからな。まったく息が詰まるっての。気のせいか。ルーク様、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 ルーク様。またか。ガイ、ルーク様を見なかった？ルーク様に何か用でも？お客様なの。客？私ですわ。ああ、変わり映えしねえな。やっぱりここか。ルーク、お前が勝手に部屋を抜け出したら騒ぎになるって言ったろ。なんでここが。何年お前の世話をしてると思ってる。ご主人様の行きそうなところはわかるさ。使用人の鏡だろ。俺はガイのことただの使用人だなんて思ってない。ルーク、そうだな。ガイ、ルークは見つかりまして？ナタリア姫。あそこに。あ、バカ、教えんなよ。ルーク、そんなところで何をなさっているの？俺が何をしようと俺の勝手だろ。どうせこの屋敷から出られないんだ。それよりお前こそ何しに来たんだよ。ルーク、それが婚約者に対する態度ですの？婚約者って言ったって親父たちが勝手に決めただけじゃねえか。確かにこの婚約は私たちが生まれてすぐに決められたものですけど、私たちには確かな絆がありますわ。あなたからもらった約束の言葉、本当に嬉しかったのです。だからガキの頃のプロポーズの言葉なんて覚えてねっつーの。そうでしたわね。あなたがマルクト帝国に誘拐され無事に戻ってきて7年。ルーク様、今までの記憶を全て失われてしまったんですって。おかわいそうに。過去のことなんかいいだろ。俺は俺なんだから。そうだな。記憶がなくてもこれだけちゃんと育ったんだし。いや、もうちょっと育った方がいいか。なんだと？人が気にしていることを。身長が欲しいなら好き嫌いはなくさないとな。ちょっとでかいからっていい気になるなよ。俺だってもう少ししたら伸びるんだ。そうか、頑張れよ。なんだよナタリア。そうしていると兄弟みたいですわね。そうか。まあずっと一緒にいるからな。今のあなたに多少の不満はありますが。何？こうして今そばにいてくださるだけで私は幸せですから。でもやっぱりもう一度聞きたいのです。あの約束、いつか思い出してくださいませね。何しに来たんだあいつは。お前の顔を見に来たんだろ。俺たちも帰るか。屋敷で大騒ぎになってるぞ。うぜえ。ルーク！ルーク、我が魂を語れ、我が声に応え。ルーク！
目が覚めたか。俺また例の頭痛か。いつも突然来やがる。一体何なんだ。マルクトに誘拐されてからだな。マルクトのやつら一体俺に何しやがったんだ。行きます。入れ。失礼いたします。旦那様がお呼びです。応接前お願いします。分かった。下がれ。ただいま参りました、父上。座りなさい、ルーク。はい。先生、今日は俺に稽古をつけてくれるんですか？後で見てやろう。だがその前に大事な話があるのだ。ルーク、ちゃんと聞きなさい。グランツ幼少は明日ダートへ帰国されるそうだ。なんで急に？私がローレライ教のオラクル騎士団に所属していることは知っているな。オラクルの首席総長なんだろ？そうだ。本来私の任務はオラクル騎士団を率い同志イオンをお守りすることにある。同志イオン？なんだそれ。ローレライ教団の指導者ですよ。約2000年前、強大な力を持ったユリア・ジュエがフォニムによって読んだ星の記憶、星の誕生から死までを語ったスコア。それを人がいたずらに触れられぬよう固く守っているのがローレライ教団です。で、そのイオンって偉いんですか？もちろん。同志イオンのおかげで長い間戦争を続けていたマルクト帝国と我がキムラスカ・ランバルディア王国の休戦が成立しているのです。先代の同志エベノスがポド戦争終結の功労者なら、現同志イオンは今日の平和の象徴とも言えるお方だ。そのイオン様が行方不明なのだそうだ。私はオラクル騎士団の一員としてイオン様捜索の任に就く。そんな！先生が帰国したら俺の稽古は誰がつけてくれるんだよ。グランツ幼少はいずれ戻られる。少しは辛抱することを覚えなさい。あなた、何もそんな言い方しなくても、この子は十分に辛い思いをしているのですよ。記憶を失うほどの怖い思いをして。シュザンヌ、お前は少し甘やかしすぎだ。ですが確かにお屋敷に閉じ込められたこの生活は決して恵まれたものではないでしょう。そうだよ。なんで叔父上は俺を閉じ込めるんだよ。それは兄上様がお前の身を案じておられるからですよ。成人すれば自由になれるのですから。分かってます。ルーク、しばらく手合わせできぬ分、今日は好きなだけ稽古に付き合おう。本当ですか先生？俺剣を取ってきます。よし。なるほどね。オラクルの騎士様も大変だな。この件にどれだけかかるかわからぬ。あれのことは貴公に任せるしかない。ルーク様、そこは足元がぬかるんでおりますからお気をつけて。おう。何してんだガイ。バン幼少は剣の達人ですからね。少しばかりご教授願おうかと思って。でもダメだぜ。今日はバン先生、俺ととことん付き合ってくれる約束なんだから。そうか。ではまた別の機会に。じゃあ俺は見学させてもらいますよ。バン先生、よろしくお願いします。ああ、遠慮なくかかってこい。
腕を上げたな、ルーク。本当ですか？なんだ？この声は。なんだこれ！体が動かない。これは不可じゃ。くそ、眠気が襲ってくる。ようやく見つけたわ。裏切り者バンデスデルカ。覚悟！なんだこの女。やはりお前か、メシティアリか。なぜこんなことを。それはあなたが一番よく分かっているでしょう。私はあなたを許さない。覚悟！なんだよお前は！バン先生に何するんだよ！いかん、やめろ！我と存在を同じくする者、ローレライの意志を届け開くんだ。これはセブンスフォニム。ルーク、一体何が。しまった、セブンスフォニムが反応し合ったか。あれは目覚めよ、我が魂の塊。ねえ、起きて。よかった、怪我はなさそうね。なんだ？どうなったんだ？飛ばされたのよ。飛ばされたって。そうだよお前！どうやら私とあなたとの間で超振動が起きたようだわ。あなたもセブンスフォニマーだったなんて。セブンスフォニマー？とにかく移動しましょう。夜の森は危険だわ。近くに町があればいいのだけれど。ここって。なんだよこれ。あ、海が見えるのね。これが海。とりあえずこの渓谷を抜けて海岸線を目指しましょう。聞いてる？そうだ！お前どうしてバン先生を襲ったりしたんだ！あなたを巻き込んだのは申し訳ないと思ってるわ。私が責任を持ってバチカルまで送り届けます。なんでお前みたいな正体のわからないやつと一緒に行かなきゃならないんだよ。私はティア。あなた一人じゃ帰るのは無理。魔物よ！これが魔物！なんでこんなとこに。あなた実戦は初めてなのね。悪いかよ。いいえ、
助かったわ。ありがとう。俺はとっとと屋敷に帰りたいだけだ。ほら行くぞ。こんな物騒なところにいつまでもいられるか。やっと出られた。待って、誰かいるわ。わあ、なんだあんたたち、まさか漆黒の翼か。漆黒の翼？この辺を荒らし回ってる盗賊団だよ。違うのか。ええ、私たち道に迷ってしまって。なんだそうか。道に迷ってるならうちの辻馬車に乗っていくかい。俺は御車なんだ。馬とお客たちはあっちで野営してる。馬車か、助かった。それは首都へ行きますか？ああ、終点は首都だよ。あ、でも首都まで1人2万ガルドになるがいいかい？高い。そうか、安いじゃん。首都に着いたら親父が払うよ。そうはいかないよ。前払いじゃないとね。これを。おお、こいつは大した宝石だな。よし、乗ってきな。お前いいもの持ってんな。これで靴を汚さなくて済む。ようやくお目覚めのようね。一時はどうなるかと思ったぜ。これに乗っていけば屋敷に帰れるんだよな。ええ。あれはまた二人で見つけようよ。遠すぎて消えてしまったものや、そばにありすぎて消してしまったものや、痛みの数だけ強くなると言えた弱さを。さあそれから約束と後悔の靴を履いて、双曲線上笑って手を振った始まりの日、それぞれの星と闇をめくったら銀河で待ち合わせましょう。離れたくないと願いながら離れゆく二つの引力の行方をまた二人で思い出そうね。追いつけなくて笑い合ったことや、追いかけすぎて通り過ぎたことや、何ができるのかを知った時に知る儚さを。いつか